皆さん、おはようございます。今日は旅の30日目、イエンバイ省のギアロー町にいます。今日はムーカンチャイという場所へ向かいます。次の町にはモン族が暮らしており、今でも独特な風習が色濃く残っています。今日は山道をゆっくりバイクで走りながら素晴らしい景色を楽しんだり、印象に残るものを見つけたりしたいと思います。昨日はつい食べ過ぎてしまいましたが、体調は万全なので元気に旅を続けます。出発前に立ち寄ったカフェでとても可愛らしいおばあちゃんに出会いました。おばあちゃんと話をしながらこの辺りの暮らしについていろいろと教えてもらい、興味深い学びがありました。彼女はとても古い自転車を大切にしていて、私はどうしてそんなに大切にしているのですかと尋ねてみました。するとおばあちゃんは30年前に牛を2頭を売ってこの自転車を買ったのよと教えてくれました。実はかつてのベトナムでは牛は農家にとって貴重な財産でした。田畑を耕したり荷物を運んだりするのに欠かせない存在で、牛2頭を売ることは大きな決断だったのです。そのお金で買った自転車はおばあちゃんにとって人生の転機となる大切なものでした。彼女は今では立派な家も持ち、お金にも困っていないのですが、どれだけ裕福になっても思い出は捨てられないものだねとしみじみと語っていました。レンタルバイクを借りたツーリンググループでしょう。グループの規模は30人ぐらいで、一定の間隔を置いて連続でバイクが走っています。グループの先頭には 2,3 人のガイドが走っています。ガイドたちはここイエンバイ省の地元の人たちです。グループの最終日にはサポートカーが同行していて、走行中に何かあった時に救助できる体制になっています。ツーリングには西洋人も多く、中には大きな熊のぬいぐるみを後ろに乗せている人もいました。なかなか大きくて笑ってしまいました。私たちのベトナム南部のアクセントを聞いたおばあちゃんはすぐに気づいて、南部はいいね、広い畑がたくさんあるからと言いました。実はおばあちゃんも若い頃は南部に住みたかったそうです。というのもこの地域は山が多く水が少なく、農業をするのはとても大変だったからです。またおばあちゃんは北部と南部の暮らし方の違いについても話してくれました。例えば南部の人々はあまり貯金を気にせず、その日を楽しく生きる傾向があります。一方で
北部の人々は堅実に貯金をし、将来のために計画的にお金を使う傾向があります。おばあちゃん自身はしっかり貯金をする派で、私の子供たちにも絶対に貯金しなさいと教えているの、と彼女は言いました。例えば、10稼いだら1から2しか使わず、残りは貯金するべきと考えているそうです。これは北部の伝統的な価値観であり、特に戦争や困難な時代を生き抜いた世代にとってはごく当たり前の考え方です。またおばあちゃんは、この地域はベトナムで最も暮らしにくい場所の一つなのよと言いました。だからこそ、もし私が亡くなったらこの自転車を大切に保管してほしいとも彼女は願っていました。お金があっても昔の苦労を忘れない。その思いがおばあちゃんの言葉から伝わってきました。おばあちゃんはこの地域の若者の多くが南部へ出稼ぎに行くと話していました。特にサイゴンは経済が発展しており、仕事の機会が多いため、たくさんの人が移住しています。しかし、南部での生活に慣れた若者が故郷に戻ってくると、性格が変わることが多いそうです。しっかり貯金ができない人が増えていることをおばあちゃんは嘆いていました。ちなみにカフェではどこも値上がりしているねという話題で盛り上がっていました。ベトナムでもインフレの影響で物価が上昇しており、都市部だけではなく地方のカフェでも値上げを感じるようになってきているようです。遺縁賠償では黒豚、ドンレン、ソンラ省やホアビン省では山の豚、ドンバンとして販売されていますが、地域によって同じ豚を異なる名前で呼ぶこともあります。この地域に入ると人身売買禁止の看板をよく見かけました。今日のルートは国道32号線を通り、山道を抜けてムーカンチャイへ向かいます。国道32号線はハノイから北西部の山岳地帯へ向かう重要な道路で、ハノイ、遺縁賠償、ライチャウ省、フート省の4省を結んでいます。全長は 382km あります。このルートはバイクツーリングやトレッキングを楽しむ旅行者にも人気があります。ベトナムでのバイクツーリング事情ですが、ベトナム北西部は世界的に有名なバイクツーリングの聖地で、特に火山省やサパ省は人気です。đông người quá. Ồ má, nguyên đoàn đậu đầy xe luôn à. Mấy chục 30 cái 28 chiếc hả? 遺縁賠償では建築用や農業用の石灰を販売している場所もたくさん見かけました。石灰は建築資材としての利用や農業用に土壌の酸性度を調整する目的でも使われます。山道を走っていると一軒のレストランを見つけたので立ち寄ってみることにしました。ここで昼食を取ろうと思いましたが、スタッフから今夜
団体客の貸し切り予約があるため、昼は営業していないと言われてしまいました。しかし、レストランの裏手には大きな滝があり、スタッフから自由に遊んでもいいよと言われました。khu vực せ miền っ Bắc か á. くなので、滝で Mình đi 少 Thanh し Hóa, Ninh 遊 Bình, ん Hòa でみる Bình こと rồi. にしました。Không có chỗ đẹp. Lên.滝の近くに行くと、ひんやりとした空気が流れていて、とても涼しいです。流れ落ちる水の音が心地よく、まるで天然のマイナスイオンシャワーを浴びているような気分になります。滝の下には平らに削られた石があり、まるで古い看板のように見えます。もしかすると昔は何かが刻まれていたのかもしれませんね。
よく見ると石の表面には縦書きの漢字のような線が見えます。これは本当に古い碑文なのか自然の偶然なのかとても気になります。さらに周囲を探してみましたが他にはそれらしきものは見つかりませんでした。水の中をよく見ると大きな虫が泳いでいました。これは大丈夫なのかなと少し警戒しましたが特に害はなさそうでした。山岳地帯の川や滝には南部では見かけないような独特な生き物もいるので慎重に観察するのが良さそうですね。さらに進むと大規模なサーモンの養殖場を見つけたので立ち寄ってみました。この養殖場は2010年から運営されているそうでかなりの規模があります。この地域では冷涼な気候を生かしてチョウザメやトラウトサーモンの養殖が盛んに行われておりベトナム国内外に出荷されています。特にベトナム北西部の山岳地帯ムーカンチャイやサパは標高が高く気温が低いためサーモン養殖に適しているとされています。チョウザメはキャビアの生産も行われておりベトナム産キャビアは品質が高いと評価されています。サーモンが養殖されているとは驚きですが確かに気候を考えると納得ですね。次の目的地へ向かうためムーカンチャイの山の上にあるカウファー峠を越えていきます。カウファー峠はベトナム北西部で特に有名な峠の一つです。ようやくレストランを見つけました。ずっとお腹が空いていたので本当に助かりました。このレストランは宿泊施設も兼ねているようです。ここで外国人でベトナム語が話せる人に出会いました。彼は私たちの旅に興味を持ち簡単な会話を交わしました。彼は以前サイゴンに住んでいたことがありましたが北部に移住してから南部の人とはほとんど話す機会がなくなったそうです。そのこともあって私たちの会話が新鮮だったようでとても楽しみました。標高は1200メートル以上あり霧がかかることも多い神秘的な場所です。この峠を越えるとムーカンチャイの美しい棚田を一望できる絶景スポットが広がります。今回の昼食はチョウザメ鍋を注文しました。この辺りではチョウザメやトラウトサーモンの養殖が盛んで新鮮な魚が手に入ります。いろいろな場所でチョウザメ鍋を食べてみましたが本当に美味しいものは身に甘みがあって絶品ですが今回は魚があまり新鮮ではなく味もいまいちでした。とはいえ値段が安く景色も綺麗だったのでまあ満足です。お腹が空いていたこともありそれなりに美味しく食べられました。結局人間ってそんなものですよね。1時間ほどお昼寝をすることにしました。ここには簡易ベッドが置いてありとても寝やすかったです。このタイプの簡易ベッドは
ベトナム語でレーボーと言います。直訳すると父の椅子というなんだかユニークなネーミングですね。昼寝でリフレッシュしたのでまた旅を続けます。道を走っていると黒豚がのんびり遊んでいました。とても可愛らしいですね。さらに黒豚たちの後をついていくと大きな母豚を発見しました。でも母豚は子供たちをあまり気にしていない様子で、見守らなくていいのと少し心配になりましたが、ベトナムの山岳地帯では放し飼いをされている豚が多く、こうした光景は珍しくはありません。山岳地帯の黒豚は南部の一般的な白い豚とは異なり、身が引き締まり脂身が少なく香ばしいのが特徴です。なんて話をしていたら、よし、この豚は丸焼きだなんて冗談を言いたくなりますね。ベトナムは54の民族が共存する多民族国家です。ちなみに中国には56の公民民族がいて、国の面積が大きいからといって民族の数が比例するわけでもなさそうですね。一番民族が多いのはインドで、推定2000以上の民族カーストグループがいるとされています。インドネシアにも1300以上の民族グループが存在し、多民族国家の一つですね。2019年時点で金属は約8200万人と人口の 85% を占めていますが、残る53の少数民族も約2000万人 14.6% に上ります。少数民族と呼ばれるものの、その規模を考えると決して少ないとは言えませんね。民族別に見ると、金属に次いで多いのはタイ族約184万人で、次いでタイ族約182万人、ムオン族約145万人、モン族約139万人と続きます。100万人以上の人口を抱える民族も多く、少数民族という呼び名とは裏腹に、その存在感は決して小さくはありません。ムーカンチャイは観光地として注目されているため、この地域にはホームステイ形式の宿が多くあります。料金はそれほど格安ではありません。今日はここに泊まることにしました。この部屋のスタイルはとても綺麗で、とても気に入りました。部屋自体は小さいながらも整った配置で快適な空間です。お部屋からの眺めは最高で、窓からは美しい丘と棚田の景色が広がっています。玄関前は
国道ビューでローカルな雰囲気を楽しめます。さらに宿の方が洗濯機を貸してくれたので、ここで洗濯をすることにしました。ベトナム Cái 北西部 homestay に chỗ 入 này っ á, て bình からは、 thường đa số là バ khách イ nước クの ngoài オイ không ル à. は3日に1回交換することになりました。長い山道を走り続けているので、バイクがかわいそうですし、メンテナンスは大事ですね。 Cái chợ đây, 夜ご飯の材料を買い cái に chợ này có ブ view ー quá カ chứ. ンチャン市場に向かいました。夜でも営業してい Xíu nữa て、 mua gạo 多 bữa く còn の không? 民族の人々が買い物をしています。 Còn phải không? Mua gạo về nấu cơm 市場 ăn で ha. はモン族の人々が多く、 Nè cái lá này nó 彼 thì らの là 文化 nè, について気になったので nó thì là đó. 少し調べてみました。モン族は中国のミャオ族の一氏族とされています。もともと中国南部の山岳地帯に広く分布していましたが、歴史的な出来事により南へ移動しました。 Đây thịt heo. モン族の移動は断続的に行われており、特に18から19世紀の清朝時代には Vậy đây. 大規模な移動が発生しました。焼き綿農耕を営んでいたモン族は移動を繰り返しながら山を越えて広がり、 Chó 清 hả? 朝によるミャオ族の反乱の鎮圧により Chó. 多くのモン族が弾圧を受け、東南アジア、 Đây là 現在のベトナム、ラオス、タイなどへ移住しました。 thịt nướng. 特にベトナム北部への移住が最も多く、1970年時点で約28万5千人の Chó nướng, モン gà 族 nướng. が居住しており、1965年時点でタイのモン族人口5万3千人の約 đây 5 là 倍以 các 上 bếp に nè. 達していました。このようにモン族は長い歴史の Mua 中 đây で ăn mẹ với さま đi. ざまな理由により移動を続けてきた民族であり、現在も東南アジアを中心に広く分布しています。 Coi thử có. Ủa mà đem về nhà モ nấu ン cho nó 族 vui は ha. ベトナムでは猫人、メオ族とも呼ばれています。 Chép chép. この名称は中国の歴史にも登場し、広く知られています。 Chép chép hả? また、モン族の特徴の一つに猫ナイフと呼ばれる特別なナイフがあります。このナイフは地域で広く使われ、農作業や日常生活に欠かせない道具であり、市場などでもよく売られています。 Đồ. 山を降りる途中で綺麗な川を見つけました。この景色を見て私の田舎を思い出しました。高校生たちを見て気になったのは、みんな体がとても小さいことです。 7tuổi, 8tuổi. まるで小学生のように見えました。これは女性だけでなく男性にも共通していました。その理由として考えられるのが栄養不足です。この地域では主にトウモロコシや米が主食ですが、肉、魚、乳製品といったタンパク質やカルシウムを多く含む食品が不足しがちです。成長期に必要な栄養が十分に取れないと身長の伸びに影響を与えることがあります。 Coi hàng hôn. 遺伝的な要因も関係しているかもしれません。山岳民族は何世代にもわたり同じ地域で暮らし、環境に適応してきました。そのため、体が小柄な体質が受け継がれている可能性があります。さらに、生活環境も影響していると考えられます。山岳地帯では
農作業や重い荷物を運ぶことが日常的で、子供の頃から体をよく動かします。過度な労働が成長に影響を及ぼしている可能性もあります。また、早婚も一因かもしれません。モン族では10代前半で結婚、出産することが珍しくなく、成長期に妊娠、出産を経験することで体の発育が妨げられることがあります。若年出産は母体への負担が大きく、子どもの栄養状況にも影響を与えるため、この環境が高校生の体格に反映されているのかもしれません。こうした様々な要因が重なり、モン族の人々の体が小柄になっている可能性があります。現地の生活を目の当たりにすると、様々な社会問題が根深く絡み合っていることを実感しました。Lên đây được. Bé Bì xuống đây bé Bì, nặng quá. ムーパンチャイの高校で人身売買に注意してくださいという張り紙を見つけたのです。議員賠償に入ってから人身売買防止の看板をよく見かけましたが、学校にも貼られているとは思いませんでした。中国との国境が近いため、誘拐されたり騙された子供や女性が密輸ルートを通じて海外に売られることがあります。人身売買の背景には貧困や騙しの手口があり、特に少数民族の若い女性が狙われやすいとされています。仕事や結婚を餌に騙され、中国などに連れて行かれ、強制結婚や強制労働などの被害に遭うケースもあります。社会全体で取り締まりを強化しているものの、完全になくなったわけではありません。今の時代にもこうした問題が続いていると考えると、とてもショックですね。山の上でサッカーをしている人たちを発見しました。山の上にサッカー場と驚きました。サッカー場は広いスペースが必要ですが、この辺りには平地もあるのになぜわざわざ山の上に作ったのでしょうか。山の上は傾斜が多く、地盤を整えたり山を切り開いたりするのが大変なため、通常は平地に作る方が合理的です。それなのになぜここに作られたのか不思議に思いました。実はモン族は意外と裕福という説もあります。高地にサッカー場を作るには資材の運搬や建築費がかかるため、相当な予算が必要です。モン族は貧しいというイメージを持っていましたが、この立派な設備を見るとその印象が変わりました。中国と行き来しながら商売をしている人が多くて、見た目は質素でも実はお金を持っている人も多いと話していました。もしかするとこのサッカー場も
そうした経済力のある人々によって建設されたのかもしれませんね。 Đang cả con mà, À, có mà không phải theo đâu. 街中では犬肉の丸焼きが売られていました。 Quậy nướng cả này nhá. 店主に聞くと、1匹約10キロほどの犬肉を丸焼きにするのに Ở trên này nét 200 ăn lẩu 万 ngon ド em ン ạ. かかるとのことで lẩu し mới た。 ăn rồi sáng không? Sáng mới ăn lẩu cá rồi. これは同じ重さのヤギ1匹と同じ値段なので、かなり高めの値段設定ですね。 Hỏi cả con gì? ベトナム北部に入ると、犬肉や猫肉を提供するお店をよく見かけることが増えました。 2 triệu để được khoảng 4 mâm. ここでは Đi 住 phượt 民 ra の tới đây rồi đó. 90% が あ、ghê không? モン族なので、市場にいる人たちもほぼモン族です。モン族の街を歩きながら Mấy cái 何 bếp ga か mini 面 nhỏ 白い nhỏ こ phải と không? はあるのかなと Cái bình ga đó 観 cắm 察して vô み cái ました。 nấu cơm. Tí chú nấu gần đâu? た Chú だ nấu ở 市 homestay dưới 役 đây 所 nè. もあるので、ベトナムの主要民族である金族も一緒に暮らしているようですね。 Tí chú ơi. こうして民族 Chị 文 tí 化を見 chú てい mua ると、 gạo xong rồi ベトナム chú đi 国 mua 内 đồ の ăn xong rồi về 北部と homestay á biết không? 南部の違いにつ Chúng cái nhà い nghỉ て vậy đó. 考えさせられます。 Ở đó nó mình, Cái mình, gì mình lấy của Nam đồ Việt đó Nam mình nấu Cái giống như gì cắm của- trại vậy đó. 言葉やどこ文化の違いから Vui lắm. 差別という話も聞きますが、民族の観点から見るとどちらも金属なのです。物事の見方を変えるだけで Hai 社 bị 会 kẹp の問題も違った角度から nhỏ xíu ông á, 見 chắc るこ là と cấp が 2, できるかもしれませんね。 cấp 1, cấp 2 ở cấp 2. Rồi anh 500 ơi. Dồi này bán sao anh? Thế nào ạ? Dồi này nè, Cái này à? 25.000. dồi Đây nè, là 25.000 một lạng. 25 ngàn một lạng hả? Vâng. Lấy cái này dồi gì đây? Rồi sút ạ. Dồi sụn mà, còn cái này dồi gì? Anh có sống đi gì đấy? Vâng ạ. Đây đây. Đây em tính ạ. Còn cái này anh? Đây. Cái đó dồi sụn luôn hả? Vâng, rồi sút. Dồi sụn hết hả? À. Rồi sút đã chỉ chim gà. Lấy một khoanh đi. Vâng. Lấy cái này đang nướng nè. Vâng, cái đấy đang nướng. Lấy khoanh đang nướng đi. Bà chị bán khúc được không? Được anh. Ăn bao nhiêu em cắt đấy nha. Cái này chưa chín đâu. Cái này em vừa bỏ ra. Đây là cắt một nửa thôi, còn một nửa để lại tôi về tôi cắt. Còn cái này anh? Đấy. Cái đó vừa sụn luôn hả? Vâng, rồi sút. Vừa sụn hết hả? 宿に戻り、洗濯物を干しながらご飯を作ることにしました。今日のご飯は市場で買った焼肉と焼き鳥で特徴的な北西部の味付けで美味しかったです。 Ao dao. また山岳地帯のお米も最高に美味しいです。 ここ北部では
レモンティーはよく売っていますが、レモネードを売っているところは少ないですね。南部ではどこでもレモネードが売られています。Chứ giờ còn cái gì thì cái này mỗi người một cái mà bây giờ còn hai cái rồi.宿の近くで地元が同じ人に偶然出会い、いろいろとお話ししました。ムーカンチャイの観光開発に詳しく、いろいろと教えてもらいました。Sắp hết battery rồi. Ở trong phòng mới có. Để tắt luôn. Được chưa? Được rồi. Cái này tháo ra sao ta? Để em nhìn sao. Thử coi. Ủa sao người ta cắt được hay ta? Nặng quá hả? Đúng không? Cái dao của người ta mỏng, dao của mình nặng quá. À. Môi quá bể. À vậy. Phải cái này có cái chế riêng nữa nè. Đi ăn luôn. Ủa cái sao người ta cắt được hay đó. Cứ chồng để chưa. À được rồi nè. Được không? Cô ông mới còn hột. Rồi. Rồi sụng. 山岳地帯にあるムーカンチャイでオンライン通販サイトショッピーの配送拠点を見つけました。山岳地帯なので都市部ほど配送ネットワークが整っていないと思っていましたが、ショッピーがしっかり進出していることに驚きました。やはりこの地域もどんどん発展していますね。またポン族の町の物価を見てみると、サイゴンなどの都市部と比べても相場が高いことに気づきました。これは宿やお米、また食事などからも言えます。思っていた以上にこの地域は経済的に発展しているのかもしれませんね。最後に皿を洗っていたら白い猫を発見。なんだか幸せな気分になりました。今日は早めにお休みします。明日も新しい発見がありますように。皆さんおやすみなさい。